ゴムとリボンが両足とも縫い終えたので、今度はトーシューズを柔らかくする方法を紹介していきたいと思います。最初に私がすることは、このトーシューズを床に置いて、ここのボックスを柔らかくします。思いっきりかかとで踏んでしまいます。このトーシューズは1回もう踏んだのでミシミシ今言わないんですけど、新品のトーシューズはこうかかとで結構体重をかけても大丈夫です。そしてここの手でもグッと少し柔らかくしていきます。そしたらここのソールの部分を曲げていくんですけど、私はここの3分の1くらいのところでここに手を当ててグーッと曲げていきます。これももう何回か曲げたので柔らかくなってるんですけれど、初めは結構硬いトーシューズは硬いです。グーグーっと曲げたり、反対側にグーッと曲げていきます。ここら辺がで、この上の半分の部分を少し柔らかくしたいので、曲げたいところを手のひらで押さえてグーッと押していきます。自分が曲げたい分だけ曲げていきます。私はこっちはあんまり柔らかくしたくないので、こっちの3分の1のところをしっかり柔らかくしてます。柔らかくする方法として、ここのソールを切る方がいらっしゃると思うんですけれど、私のこのトーシューズの場合、これは、グレシコの2007なんですけれど、グレシコはここが全部がこの布で覆われてるので、切ってしまうと何も残らないと思うので、それはやっていないです。フリードのトーシューズなどはここがねピロッとめくれて、その何層も木がなってるので、そこの一部分の木をカッターで切り落としてっていうやってる方もいるんですけれど、私はこのままにしています。なのでその分しっかり柔らかくして履くようにしています。結構私にとって大事なのは、ここの先の部分と、もしボックスがあまりに硬すぎた時は床に叩きつけます。家でやると、すごいうるさいので、駐車場に行ったりとかバレエ団の裏口のところが広く空いているので、そこでみんなバンバン叩いてます。ここを叩くことによって、消音効果、新品のトーシューズだとコツ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 音がうるさいので、ここを叩くことによって多分トーシューズは木でできてるので凸凹が少しなるから消音になるのかよくわかんないんですけれどでも叩くことによってだいぶ静かになります。音が静かになるのと、あとは柔らかく足に馴染みやすくなります。今度はトーシューズを少しでも長持ちさせる方法を紹介していきたいと思います。私は少し履き慣らした後に液体の接着剤をこのトーシューズの先の底の部分、この底の部分と、あとはボックスの周りにこの液体の接着剤を流し入れています。そうするとまたトーシューズがまた硬くなって、先の方が潰れるのを遅らせることができます。昔日本にいた時は私は松ヤニのドロドロした液体を入れるといいって聞いたので、松ヤニをずっと塗ってたんですけれど、
アメリカに来てから、みんなこの、ラベルがちょっと剥がれてしまったんですけど、ジェットブルーっていう強力な、日本でいうアロンアルファみたいな感じの強力な、接着剤なんですけれど、これをみんな、トーシューズに使っていて、バレエショップにも売っていたので、試して使ってみたら、松ヤニは結構塗った後にベタベタして乾くのに時間がかかるんですけれど、このジェットブルーは結構、乾くのが早くて、しかも本当に液体なので、すごく塗りやすいので、もうずっとこのジェットブルーの接着剤を潰れ防止のために使っています。もしかしたら日本でもこのやり方が主流なのかもしれないんですけれど、私は知らなかったので、アメリカに来てから、この接着剤で、トーシューズを固めるっていうことを知りました。乾くのが早いといっても1日は、待たなきゃいけないので、しっかりと乾いてから履くようにしてください。そして2つ目の長持ちさせる方法として、この先っぽをこの糸でかがるやり方、こうかがっていくとトーシューズの布も剥がれにくくなるし、個人的な意見としてこの先っぽの形が崩れにくくなるような気がします。かがらないよりはかがった方が長持ちしてるんじゃないかなって思っています。トーシューズのかがり方も説明していきたいと思います。トーシューズをかがるときは、私はこの白い少し硬めの質感のものを使用しています。いつもは普通の針を使ってトーシューズをかがっているんですけれど、最近この夕方の針がトーシューズをかがるのに使いやすいことを知って、最近はこの夕方の針でトーシューズをかがっています。毛糸も太めなんですけれど、もしこの毛糸が太すぎるって思う人は、糸で、かがったりとか、あとはこの毛糸を今これが4本の糸がつながってるんですけれど、これを裂いて2本だけで、使ってみたりしたらまたいいと思いますけど、今回はこの4本のこの太い毛糸を使ってかがっていきます。なるべく長めに、私は、もうこっちはかがったんですけれど、私はこの2周するのが好きなので長めに毛糸を取っていきます。私は2本取りでかがっていきます。ちょっと長すぎるかなっていうくらいでも大丈夫だと思います。もう玉がなるべく小さくなるようにグッと締めてこう切っていきます。トーシューズの先をかがるのはすごい硬くて大変なので、もしある人はこのなんていうんだろう、指のクリップ、そのなんかゴムがついてるクリップ、なんていうんですっけをつけてやるといいと思います。私はこっちの右端からこうぐるーっとしてまたもう一周ぐるーっとするやり方でやっています。なのでこの右端に下の方から円を作りたいところに針を出して、こういうところはその U カーブになってる針の方が通しやすいと思います。ここが結構力がいるんですけど、この毛糸が太い分大変なんですけれど、指を刺さないように気をつけて、糸を抜いていきます。そしたら次のところに少し間隔を空けて入れます。間隔を少し空けて針を入れて、でまたでここさっき言い忘れたんですけど、ここ針を入れたら最初に出したこの糸をぐるんと針に巻きつけて
きます。出す糸がこの毛糸の下から出るような感じ。そしたらまた同じように間隔を空けて、針を入れるところはこの円の円周上に針が出るように、そしてこっちのこの出発点の糸をぐるっと針に巻きつけて引っ張る。これをとりあえず一周やっていきます。今1周終わりました。そしたら2周目は少し違うんですけれど、この針を出すところはここが1周目なんですけど、ここの間に針を入れます。針を入れたら出す時にこの毛糸の真ん中を通過して、でまた針を、糸を引っ掛けて抜きます。そしてまた同じように1周目がこことここの間に針を入れて、毛糸の真ん中を刺して、でこの糸をこの初めの糸を引っ掛けて抜く。同じように初めに縫ったところの真ん中に糸を針を刺して、毛糸の真ん中をぶっ通してくるっと毛糸の真ん中を貫通することによって1周目の円と2周目の円がなじみやすくなります。これもまた1周ぐるっと、編んでじゃなくてかがっていきます。最後まで縫えたら玉留めをしていきます。この玉が大きくなってしまうので、今2回糸を回しちゃったんですけれど、1回糸を回して玉留めした方がいいと思います。間違えちゃった。で玉留めをしたら違うところに刺して、この玉留めをなるべくボコってさっきみたいにならないように、最初のところはちょっと私のやり方が悪いんですけど、最初の玉結びは出ちゃうんですけれど、最後の玉留めはしっかりこの違うところから出すとなじみます。でこのさっきも言いました、この玉留めを、1周だけでやった方がいいです。こうクッと出したらもうハサミで切っちゃいます。剥がれました。私みたいにこういう太い毛糸で編んでしまうと見た目がどうなのかって思うかもしれないんですけれど、でも履いていくうちにこの毛糸もちょっとしなってくるので、そんなに目立たなくなります。そしてまた立った時はそんなに、客席から見たら全然わかんないと思います。太い毛糸でやることによってここの面積がね、少しやっぱりそのかがらない時と比べたら少し大きくなるので、トーシューズが安定するので、バランスがしやすくなります。そしてさっきも言った通りトーシューズも長持ちするので、一石二鳥だと思います。はい、ということで今回はトーシューズのリボンとゴムの付け方、そしてトーシューズの柔らかくする方法や長持ちする方法と、あとはこのトーシューズの皮
剥がり方を紹介した動画でした。私は特に特別な方法でトーシューズを縫ったりカスタマイズしてるわけではなくて、いろんなダンサーがこの方法でやっていると思うので、もし少しでも参考になれば嬉しいです。もし皆さん特別な自分なりのカスタマイズの仕方がありましたらコメント欄で、教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。インスタグラムとツイッターの方もやっていますので、もしリクエストや質問がありましたら、ぜひメッセージや、コメントをください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。